イメージした通りの曲になってきている。これなら今日のうちに完成まで持っていけそうだ。それにしても、こうやって実際に書き出してみると、前よりも表現の幅が広がった気がする。相馬さんのそばで勉強させてもらったことが、しっかりと糧になっているな。今頃、相馬さんも自分の曲作りに励んでいるはずだ。俺も頑張らなければ。すっかり遅くなってしまったが、あとは細かい部分を調整すれば完成だな。念のため、もう一度確認しておこう。よし。いい感じだ。今のフレーズ、イメージ通りではあるが、まだやれる、もっとよくできるという感覚があるな。だが、何を調整すればいいだろうか。ビートの調整は十分すぎるほどした。つなぎもいろいろ試して、一番いい形になっているはずだ。ここまで完成した曲に加えられるものなんて。俺の場合は、さっきも言ったように、音楽から取り込むだけじゃなくて、自然の音も取り込んじゃうんだ。なんていうか、身の回りの音って何でも音楽に使えると思うんだよ。それに、こうやって身近な音を使ってると、生活と音楽がつながってる気がして好きなんだ。身近な音。生活と音楽のつながりか。そういえば、生まれた時から俺の周りには音楽が溢れていたな。父さんの演奏はもちろん、兄さんたちが練習していたピアノやバイオリンの音。クラシックをやめた後も、ビビッドストリートで思いのままに歌って。君、最近よくここでやってるね。リズムも音程もえらく正確なんだよね。かなり長く音楽やってるだろ。ああ、長くはやっている。へえ、訳ありってやつか。面白いなお前。なあ、ちょっと俺と歌ってみね。アキトと出会って、ケンさんやアキトの夢を知って、白石やあずさは、それにミクたちと出会って、チームを組んで、俺はずっと、音楽と共に歩んで、音楽のおかげで、いろいろな人と出会えた。俺にとっても、生活と音楽は、切っても切り離せないもののようだ。俺らしくはないかもしれないが、今回は、そんなアプローチもできるかもしれないな。まずはここからだな。俺が作った曲に、あと少し足りていない音が、どこかにあるかもしれない。公園で遊ぶ子供たちの声。遠くから聞こえるストリートミュージシャンの歌声。普段は練習に夢中でそれほど気にしていなかったが、ここもいろいろな音が溢れている。では早速、サンプリングをしよう。少し歩くだけでいろいろな音に出会えた。土とコンクリート、それぞれ歩く足音が違うし、自販機で飲み物を買う時の音も改めて聞くと興味深かったな。それにビビッドストリートでサンプリングした時は、車や人の喧騒よりもストリートミュージシャンの歌や演奏が混ざり合ってエネルギーを感じた。あれこそビビッドストリートならではの音かもしれない。さて、
次が最後の場所だな。いらっしゃい。白石だけか。父さんならすぐ戻ってくるよ。ちょっとコーヒー豆取りに行ってるだけだから。そうか。注文、いつものブレンドなら父さんが来るのを待ってもらった方がいいかもね。ああ、そうさせてもらう。店内の音をサンプリングしていいかも聞いておきたいしな。どうや、ひょっとしてなんかいいことあった？そうだな。あったと言ってもいいかもしれない。もしかして顔に出ていただろうか。ちょっとね。どうや、本当に変わったよね。前まで何考えてるか全然わかんなかったのに。それで言うと、分かってくれるようになった白石がすごいんじゃないのか。それもあるかなとは思うけど、ちゃんと表情に出してくれるようになってくれたおかげだよ。仲間なんだから、やっぱり嬉しい時は一緒に喜びたいし、悲しい時は慰めたり、一緒に泣いたりしたいしね。そうだな。俺の曲が完成したら、みんなは何て言ってくれるだろうか。一緒に喜び合えるように、最後までこだわっていい曲に仕上げよう。